皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。ある特定の化学反応の速度は反応物濃度の N 乗の関数形で表すことができます。前回の動画第2章 2-6 で N イコール1の時の反応、すなわち一次反応についてお話ししました。N イコール0の時の反応、すなわち0次反応にも一次反応と同レベルで大きな特徴があります。研究者は実験データの変化を見て、それが0次反応的だと表現することがよくあります。これはどのようなことを言っているのでしょうか。そこで今回の動画では0次反応について説明し、本反応の物理的意味を理解していただくことにします。前回の動画と同様に広い平原に生息するウサギを例として用います。これらは独立して均一に分布していると仮定します。この領域に1匹のトラが侵入し、ウサギを捕獲して餌にし始めました。トラは領域内を歩行し、ウサギに遭遇したとき捕獲します。しかし前回とは異なり、ウサギはその数に関係なく、いつでもトラの前に自ら現れます。これによりトラはウサギを常に同じ速度で捕獲することができます。この場合、ウサギの数はどのように減っていくでしょうか。数式モデルを立ててみましょう。ウサギの数 N は整数ですが、連続型の変数であると考えます。これを生息域の面積 S で割り、密度 A の形で表します。今回は A の減少速度 R は A に関係しません。よってこれを1式のように表します。また、初期条件を2式で与えます。ここでA0 はウサギの密度の初期値を表します。また t は時間を表します。さらに k は速度乗数であり、その単位は単位面積単位時間あたりのウサギの数です。1式が成立するには前述した次の過程が前提となります。すなわちウサギは常に均一に分布することと、終始トラの前に現れて捕獲されることです。1式の解は3式で与えられます。本式を使うには k の値が必要です。これはウサギの数を実際に測定し、得られたデータへ2式を適用することにより決定されます。またk の値はウサギがトラの前に現れる速度により異なります。早く現れればウサギの数はより早く減少します。3式から A は t の増加に伴って直線的に減少することが明らかです。ここに示す図は k イコール1の場合に A0 イコール1、2、3、4、5として計算した A の時間変化です。すべての計算線が最初から最後まで直線であることがわかります。この直線的変化が0次反応の最大の特徴です。本当にこのような変化が自然界で起こるのでしょうか。ここに示す図は最近私が行った反応実験の結果です。紫外線照射により活性化した酸化チタン、すなわち光触媒を使い空気中のトルエンを分解しました。縦軸にトルエン濃度 C を、横軸に T を取り、実験データをプロットしています。トルエン濃度は ppm の単位で表しています。ppm はパーツパーミリオンの略であり、1ppm は1立方メーターの空気中に1立方センチメーターのトルエンガスが均一に存在するときの濃度です。
反応初期からトルエン濃度はほぼ直線的に、すなわち0次反応的に減少しています。しかしながらトルエン濃度が低くなったとき、それは曲線的変化に変わっています。このように0次反応的変化は部分的に現れますが、初めから終わりまでそのように変化する現象は私の知る限りありません。すなわち0次反応的変化は仮想的なものです。これは本モデルで使用したウサギは終始虎の前に現れて捕獲されるという過程からもお分かりだと思います。このようなことは現実的にありませんね。ただし、光触媒反応の実験データのように、部分的に0次反応的変化が現れることがあります。これは触媒の処理能力に比べてトルエン分子が多く存在したことによります。ウサギの例で言えば、平原にウサギが大量に生息している状況に相当します。この場合、虎の前にウサギが現れなくても虎はいつでもウサギを捕獲できるため、ウサギの数はしばらくの間一定速度で減少します。しかし、ウサギの数が少なくなると、光触媒反応データと同じようにウサギの数は曲線的に減少します。理解をさらに深めていただくため、酵素反応について考えましょう。その速度は4式のように与えられます。ここで V は反応速度、C は基質濃度、T は時間、Vm は最大反応速度、Km はミカエリス乗数です。今、基質濃度 C が Km よりも十分に大きいとき、4式は5式のようになります。これは反応速度が濃度に関係なく一定の速度で減少し、0次反応の式に従います。したがって基質濃度を十分に高く設定して酵素反応を開始すれば、最初の方はほぼ直線的に濃度が減少するデータを得ることができます。これはまさに光触媒反応データの状況と同じです。さて、ウサギの数が半減する時間タウを求めてみましょう。このために1式を6式のように積分します。左辺は7式となります。また右辺は8式となります。7、8式をまとめると、0次反応の半減期の式9式を得ます。1次反応の半減期は反応物の初濃度が異なっても同じ値になりましたね。しかし9式によれば0次反応の半減期は A0 の関数であり、 A0 が大きいほどより大きくなります。化学反応の場合には A を化学物質の単位体積あたりの量 C に変えれば良いだけです。例えばその単位はモルパーメーター3乗となります。この場合の反応速度式は10式で与えられ、これを解くと11式が得られます。その特徴はウサギの数の変化の場合と同じです。以上、0次反応の特徴をまとめると次のようになります。1、従属変数は直線的に変化する。2、従属変数の半減期、すなわち半分になる時間は従属変数の初期値の大きさの関数であり、その値が大きいほど大きくなる。本日のお話はこれで終わりです。いつもご視聴いただきありがとうございます。質問があれば遠慮なく尋ねてください。それでは次回の動画までごきげんよう。